は IKEA 大好きなサヌーです。よろしくお願いします。 IKEA のクリスマスシーズンが始まりました。早い。今回は特に例年の傾向から売り切れそうだなと思うものから紹介します。クリスマス以外にも注目の新商品がありまして、これはお伝えしなければならないと思っています。あとはやっと買えた新商品の購入品も紹介します。だいぶ盛りだくさんの内容となっておりますが、ぜひ最後までご覧ください。こちらは IKEA 原宿店に行ってきました。まず今年も早く売り切れてしまいそうなのが包装紙関連です。包装関連です。今回はこのようなデザインとなってまして、ちょっとトーンが落ち着いた色味のものになってて、すごく可愛いなと思いました。ちょっとネイビーとかあったりしてすごいおしゃれですよね。多分 IKEA は他社よりもお安いんだと思うんですね。それで毎年すぐに売り切れてしまいます。すごいミニミニサイズの袋とかは残ったりすることもありますけど、包装紙は本当にすぐなくなりますよね。バッグ関係も可愛いです。去年は一番ミニサイズの手提げカバンがすごい人気が出て、なんか10月一旦売り切れたんですよね。あとハート柄、ベージュのハート柄なんかはクリスマスじゃなくても使えそうなので人気が出そうだなと思いました。なんで売り切れそうなものから紹介するかと言いますと、もちろん品切れになったら買えないので、欲しい時に買えなくて悲しいっていうのもあるんですけど、逆にクリスマス近くになっても売り残るとすごくお値引きされることがよくあります。キャンペーンでなんかこうちょっとだけ安くなったりみたいなイベントがあったりすることもありますし、だからもちろん絶対購入したいものは買った方がいいんですけどね。この紙袋も可愛い。そこまで焦る必要もないかなっていうものもあるかなと思います。この紙じゃない袋も可愛いですね。で、最近オンラインの送料が少しお得になりまして、1万円以上で送料が無料になったりするので、遠方の方も諦めずにぜひオンラインサイトチェックしてください。毎年あんま売れ残ってるかなっていう印象があるのはこちらの人形ですね。包装関係の次に早めに買った方がいいなと思うのはこちらのリースです。後ろにあったこの壁面の大きな木のツリーもフィリピンのフォロワー様からフィリピンではすぐに売り切れたというご報告がありました。確かに可愛いです。日本では緑色のものが人気になるんじゃないかなと思います。あとすごく可愛いなと思ったデコレーションコーナーなんですけども、こちらのライトがですねありまして、電池式のライトなんですけども、お家がね光るんですよ。すごい可愛かったです。充電式乾電池が必要となります。で、6時間っていうスイッチに入れとくと、毎日同じ時間になったら点灯して6時間後に自動で消えるというものになりますね。めっちゃ可愛いですよね。ツリーとオーナメント関係は後半に紹介します。こちらは IKEA 東京ベイ店です。ディスプレイが可愛くなっていました。もう新商品だらけですね。ちょっとカントリーチックな柄が出ていました。で、オンラインサイトにはもう出てるんですけども、こちらのベンチ実物をやっと見れました。ご紹介します。以前あったスコグスターシリーズのベンチが廃盤になってしまいまして、こちらが新しく出ています。もうだいぶミニサイズでいいなと思いました。足の形が広がってないので、結構どこにでも置きやすくていいんじゃないかなと思います。でかい私が座ります。サイズ感が伝わるといいのですが、本当に玄関のベンチにしても可愛いですし、ディスプレイ棚にしても可愛いですよね。欲しいですもんね。続きましてもこちらのフロアランプなんですけども、気になってるって方多かったんじゃないでしょうか。私もです。すごい値段が安くって、いやこれどうなんと思ってたんですよね。実物めちゃくちゃコンパクトでした。かなりミニマルなデザインとなっていますね。値段びっくりじゃないですか。あとこのランプの色、私目がおかしくなった。なんか青く見えるんですけど、気球は別売りですのでお好みの色を買えばよろしいと思います。で、オンオフは上の上部にスイッチがあります。
ここのね首が曲がるんですよ。これがいいなと思いました。非常にスムーズな可動でしたね。白色のシェードの部分はプラスチック製です。なのですごい高級感あるって感じではないですけど、手軽に使えていいなと思いました。ライトの色のせいかもしれないですけどね、ホワイトカラーならモダンなシンプルな雰囲気にもなりそう。で今季ソファーベッドがたくさん出てるんですね。でしかも IKEA のソファーベッドっていかにもソファーベッドですよっていうデザインじゃないのがすごくいいなと思ってます。あととてもお値段がお安いですよね。これがソファーベッドなのは未だに信じてないですけどね。ソファーベッドだそうですね。でこちらのデザインのもすごい可愛くないですか。すごいおしゃれなカフェって感じじゃないですか。この半円がついてるデザインすごく面白いですよね。お値段もびっくりです。5万円以下。半円の部分を切り離して追加のチェアみたいな感じで使うこともできるし、ソファーベッドの時はこのようにつなげて使うということです。シートの中は全部収納になっています。寝具がしまえるので便利ですね。サイズ感はだいぶコンパクトですし、肩肘がないのでより開放感がありますね。大きな私が座ります。サイズ感伝わりますでしょうか。でもね、思ったより奥行きがあってゆったり座れるなと思いました。色がもう一色あるみたいです。落ち着いた色ですね。で以前もちらっとご紹介しましたけども、こちらのソファーベッドやっぱり可愛いです。展示されてましたね、ルームセットに。こちらも非常に幅がコンパクトな作りになってまして、一見ソファーベッドには見えない。そしてね、ポコポコしてモコモコしてこの座面の模様がまた可愛いですよね。もうほんと一瞬ですよ、広げるのすごくないですか。でグレーの方が固めなので、そちらを足にしたらいいよっていう説明がありました。セミダブルぐらいの幅があって本当余裕ですよね。簡単に戻せるのもまたいいなと思いました。はい、今回も実演ありがとうございました。これも人気出るんじゃないかなと思います。続きましては購入品の紹介です。今期 IKEA ではセンサーライトがたくさん出ています。こちらは収納の中とか引き出しの中につけるタイプの収納、照明になってまして、充電式の乾電池を使用します。私が使用したライトの場合は2本使用しました。サイズによって本数が違います。突然雑多な棚が見えてすみません。IKEA コレクション用の収納です。このようにネジ止めをする必要があります。これが留め具になってまして、ここに対して本体をパチッとはめるシステムです。だいぶ歪んでます。はい、でオン、オフ、オートっていうスイッチが切り替えられます。でセンサーの反応はちょっと距離があるせいか、そこまですぐにパッてつく感じではなかったです。やっぱり収納の中にライトがあるといいですね。コレクション感が増します。収納の中をきれいに整えようっていう気持ちになりますよね。玄関の靴箱の下に設置したりするのもいいなと思いました。おしゃれですよね。でこちらの商品の特徴は直接 USB-C ケーブルを挿せば充電できるという点です。電池をわざわざ出して充電する必要がありません。でこの内容をストーリーズで紹介したところ、そのケーブルどうなってるんですかってそっちをすごい質問されたので紹介しますと、ケーブルにマグネットをつけてまして、でこのデスクシェルフの裏側にこのステンレス板シール付きを貼ってます。どちらも Amazon で購入しました。詳細は概要欄に書いておきますね。デスクシェルフの方は IKEA です。過去の投稿で紹介していますので、ぜひご覧になってください。ケーブルってやっぱみんな共通の悩みなんだなと思いました。のマグネットはいろいろと購入してみたんですけども、これが一番磁力が強くておすすめです。はい、次の購入品です。こちらやっと入荷されて買うことができました。新商品のローマンシェードです。今まで無地のものってなくって、柄物しか日本にはなかったんですけども、待望の無地が出たということで購入しました。いろんなサイズ展開があります。こちらの窓につけようとしています。今ショッティスを貼っている窓なんですけども、
ショッティスだとたまに窓を開けたい時、まくりたい時にまくりにくいんですよね。あれは閉めっぱなしなら問題ないんですけど、石膏ボード用のフックでつけたい方はこちらのフック用の穴が結構細いので注意してください。私の窓枠のところは木の板だったのでネジをもうぶっ刺しました。はい、設置した感じがこんな感じです。ちょっと透け感があります。で、上のねちょっと一部はこの部分はまだショッティスが残ってます。まだ未練があります。で、ローマンシェードやちょっとはい、こんな風に託し上げた状態でした。こんな風にマグネットになってて簡単に長さを調節することができます。ショッティスはねこれができなかったんですよね。ただ私としてはベージュっていうのがちょっと部屋に合ってるのかどうなのかっていうところがあって、やっぱこっちの方が良かったのかなっていう気持ちもまだあります。なんかやっぱりカーテンと壁の色は一緒ができれば一緒がいいなっていう、私はそういう気持ちがありますね。はい、では原宿店に戻りまして、クリスマスツリーです。ツリーも売れ残るとすっごい最後安くなることもあるんですけども、こちらの大きいサイズは割と品薄になることも過去ありました。あとはシルバーのオーナメントですね。シルバーだけ先売り切れるっていうこともよくあるんですよ。しかも今年のちょっと可愛いですよね。で、こちらのミニサイズのもすごい2種類出てまして可愛かったです。私このハッチカバーっていうんですかね、下の黄色いやつ、あれは欲しいなと思いました。可愛いです。こちら緑の花瓶類もすごく可愛い形が出ていました。ただこちらにあるのは原宿店なので大型店舗とは違うので、またね大型店舗にはもっといろんな種類が出る可能性があるなと思っています。またそのことは次週紹介したいと思っています。インスタのストーリーズで速報は都度流しています。こちらツリーのスカートが出てました。布のタイプでしかもベージュ、これは人気出そうですね。可愛いですね。で、注目のオーナメントですけども可愛いです。今年なんかね布っぽいのとかも多くってすごい可愛いです。キノコとかも出てます。私はこの阪急ゴールド、阪急クリアのやつが欲しいなと思ってます。これはちょっと去年にはない感じで可愛いですね。今回はクリスマス用品はちょっと速報ベースで購入品は紹介してないんですけども、次回紹介できたらなと思います。あと今期のまだまだ新商品、クリスマス用品以外の新商品もたくさん紹介したものございますので、ぜひ次回も見に来てください。最後までご視聴いただきありがとうございました。コメント残していただけるととっても嬉しいです。もしよろしかったらチャンネル登録していただけると嬉しいです。ではまたすぐ次の動画でお会いしましょう。